こんにちは、高弘です。今日はコンタさんという方がゲストです。僕のチャンネルを見て急激に写真が上達した方です。写真はこんな感じ。モノクロのかっこいい写真を撮られています。コンタさんの写真歴はなんと1年。たった1年でここまでの写真を撮られている。その上達方法を教えてもらおうと思います。じゃあ始まりました。今日はですね、コンタさんっていう方にゲストで来ていただいています。コンタさんは、実は僕の YouTube を見て、写真を勉強されているという方で、この1年でめちゃくちゃ写真が上手くなった方なんですよね。その方に写真の上達法について聞いてみたいと思います。コンタさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと手だけでも出演していただければはい、ありがとうございます。ちょっと顔出しは NG ということなので、今日はまずコンタさんに写真を持ってきてもらったんですけど、この3枚見えてると思います。で、これが実は日付が書いてある24年の3月4日に撮られた写真、もうちょうど1年以上前ですか。これ何城ですか？岸和田城。岸和田城、はい。これを撮られた時の写真、これが1年前。そして現在の写真がどうなったかというと、こんな感じの写真を撮られています。そしてこれですね。まず最初の1枚目から見ましょう。この写真、これ、大阪で撮ってる人、大阪のストリート撮ってる人ならこれ場所一発で分かるところなんですけど、中之島ですよね。でここってすごく人が少ないんですよ。なので僕も撮りに行ったことは何回かあるんですけど、結局撮れずに諦めた場所なんですね。そこでこんな感じでもう完璧なシチュエーションで撮られてる。しかも雨で傘まで入って、でちょうどいいところにその人が来て、そしてその状態で完璧な構図で撮られているという。これは運もありますけど、実力っていうことなんでしょうね。素晴らしいと思います。運が大きいと思うんですが、何度も僕もずっと目をつけてて、人がいなくて、この近く行ったら気にして通るようにしててみたいな感じで、でたまたまなるほど、その日はこうちょうどいいところに人が来てくれたということですね。画角もちょうどいいですね、これは本当に。そしてこの手前の手すりが効いてて、いい構図になっていると思います。そしてもう一枚、こっちですね。これも結構好きですね。ありがとうございます。この写真のいいところって、まずここのなんかカーブしたライン、これ高速道路なんですかね。高速道路のなんか高架の側面の部分の白い明るい部分と、この空の部分、ここがなんか一体になってて、それがなんかあたかも実体があるような構造物のようにこうカーブしてラインとして、際立っていると思うんですね。で一方でこの暗い部分っていうのは一見何もないように見えるんですけど、実はその高速道路っていう物体がここにあって、だから何もないところに見えたところに実は物体があって、あると思ったところは何もない空間になってて、そこの反転が起こるっていう。だからそのコンマ何秒かなんかその認識にタイムラグがあるんですよね。それもすごく気に入っているところです。ありがとうございます。あとこの人ですね。これちょっと見づらいかと思うんですけど、これ説明すると人がちょうどいいところに来てて、あと 0. 何秒か遅いとこの手すりの部分にかぶっちゃって、もう台無しになるところだったと思うんですけど、それがもうギリギリのところでうまくいってて、でつまり僕の結論からするとこっちの方がいいと思います、写真は。ありがとうございます。僕もそう思ってます。本当ですか。よかったです。こっちは言ったらフォトグラファーがこうなればいいなって思ってる理想の
100% 実現したものだと思うんですね。で一方でこっちはその想定した世界を超えてると思ってます。つまりなんか世界を作ったような感覚があると思うんですけど、光の使い方、そして影の使い方、それも100点で、しかもその新しいどこにもない世界を作り上げたっていう意味でこっちの写真の方が素晴らしいかなと僕は思います。ありがとうございます。これは僕の好みっていうよりも僕のもう審美眼を信頼していただくしかないんですけど、どっちが上かって言ったらこっちですね。でこれは本当にすごいなと思いました。なんかこれを撮った時のその思い入れみたいなのはありますか？たまたま別の写真を撮りに行ってて、いやこれはもう狙って撮れるんじゃないですよね。通りかかった時に、この高速道路の隙間が見えたんですね。でもう最初はそこしか見えてなくて、で人の動線があったんで、ここ人たまに通るなと思って、でその時にちょうど光が差し込んだ時にここの何ですかこれ橋桁ですかね、に光がちょうどところに当たってて、で、実際ここまで白黒で見えてたかどうかっていうと見えてなかったかもしれないんですけど、でもここの光のラインが見えてたということですね。それを生かそうということで、これは結構待たれて撮りました？それともすぐ撮れた？すぐですね。ちょくちょく人の動線があったんで、だから何人かで撮って一番いい人を使ってます。いやこれは本当にびっくりしました。じゃあコンタさんのこの今のスタイルになったきっかけ、どういう経緯でモノクロのこのストリート写真を撮り始めたのかとか、写真歴みたいなのを教えてもらってもいいですか？最初もう本当にカメラを手にしたのが、去年の2月3月ですかね。2024年、24年の2月3月に初めて一眼レフを手にして、で設定も何もやり方も分からず、YouTube を見ながら勉強しながら、やってて、でその時にYouTube でカメラしたら関連動画とかで、でストリートフォトグラフィーに出会って、でこんな世界あるんやと思って、でそこでそれがかっこいいと思ってやりだしたんですけど、結局それって街に出て撮ってたんですけど撮り方が分からなくて、その時はまだ僕のチャンネルは見てない。まだ出会ってなかった。なるほど。で撮り方が分からなくて見よう見まねでそれストリートっぽい人の後ろ姿撮ったりとか、街の風景撮ったりとかしてたんですけど、でその時にこの高弘さんの都市の写真を YouTube で見つけて、でやり方がハウトゥーになってて、ほんでまずだから高弘さんの写真がすごいかっこや、こんな世界あるんやと思って、それで見たら自分の知ってる場所もあるし、大阪ですよね。でそこをまず真似して撮りに行こうと思って、で最初はもうモノマネばっかりしてました高弘さんの行った足跡を追いかけて、そうですか、中之島美術館行ったり、高速道路の阪神高速の梅田の入ってるとこ、あそこ撮りに行ったりとか、それでどんどんハマっていってっていう感じですね。で今に至るっていう感じですかね。そうですか。こういうその僕の YouTube を見て始められて、それを実践されてるわけですけど、やってみてなんか動画では分かんなかったこと、なんかやってみて初めて分かったことみたいな、そういうのはありますか？一番最初つまずいたのはまず人がシルエットにならない。なるほど。それの難しさでぶつかりました。もう人がだから思ったところを歩いてないと、最初だからおっしゃってる意味は分かってたんですけど、そういう場面になかなか出くわせないし、何が出くわしてても多分気づかないというか、
そうですよね。そのシルエットっていうのは明暗差だって僕はYouTube で何度も繰り返してるんですけど、それがこうなんか言葉で分かってるけど、それを写真にするときになんか結びつかないという感じですよね、感覚として。と人の配置も、それはもっと後なんですけど、人の配置の重要性ですかね。その背景ですよね、要は。背景を決めてどこに人を配置するかみたいな、そういう計算がその現場でこう頭の中でパパッと決まって、この角度で撮ろうっていう。そうですね、そこにいないと、結局頭が黒く背景とかぶってしまったりとか、そういうのをずっと経験して、こうしたらこうなるんやっていうのは全部そうですね、経験して分かりました。最初はその動画ではそこまで分からなかったことです。いやいや、そうなんですよね。実践してみないとなかなかその辺は難しいですよね。シルエットって簡単そうに見えて実は奥が深いというか、やってみて理解するとよりなんて言うんでしょう、その光と影の使い方が分かるっていう感じになってきますよね。だからそこはなんか本当に言葉だけだと限界があるんで、ぜひ皆さんも実践してみてほしいです。今田さんはでも写真の上達がもう異常なんですよ、僕からすると。そうなんです。それはあまりわからないです。周りにいてないんで。本当ですか。そうですね。もう1年前にこれを撮ってた人がいや、まあ一応なんですけど、これは本当につまんない写真ですから写真ね、大阪城大阪じゃない岸和田城をパーッと入れて撮ったと、それだけの写真で、これを撮ってた人が1年でこれ撮るようになるっていうのはちょっと僕からすると信じられないというか、一体何があったんですか、これ。本当に何があったんですかね。でもその都市と写真ももちろんですけど、インスタグラム始めて、インスタグラムで、コミュニティっていうんですかね、その SPI とかフューチャーズとか、ああいうのを知って、フィーチャーアカウントですよね。この間 YouTube で僕も紹介したんですね。そこで知り合ったというか、いろんな人の写真を見たりとかで、それでコメントくれたりするんですよね。でその時僕あんまり意味分かってなかったんですけど、その LINE がどうとかネガティブスペースがどうとかってコメントくれるんですけど、その時にそういうとこ見てんねやって気づきがあって、で僕もそういうのを意識して撮るようにフレーム作ったりとか、そういうことをしてます。なるほど。そういうのはすごい仲間っていうんですかね、仲間ができたことはすごい僕にとって大きいことです。インスタでその海外の人からですよね、主にコメントが来るのっていうのは。だからもう初っ端からいきなりその海外の人とこう交流を持ってやられてたっていうことが大きいのかなと思うんですけど、じゃあ本田さんに最後に聞きたいのは、僕の YouTube でなんかお気に入りの回とかありますか？僕は地下に潜れっていう、暑い時は地下に潜れっていうちょうど夏場に高弘さんの動画に出会って、で外暑くてヘロヘロになってる時に地下の世界を教えていただいて、それがすごい印象に残ってます。そうですか。地下空間で結構捉えてますもんね、地下でそういう今まで地下に潜るっていう発想なかったんですけど、地下の空間のその建築美であったり、階段から入ってくる光とか、今僕階段とか撮る写真多いんですけど、そういうのもそこで気づけたというか。なるほど、わかりました。なんかその今ストリートを始められた方とか、そういう初心者の方に、
どういうふうに撮ったらいいよとか、なんかこういうことやったらいいよっていうアドバイスみたいなものってありますか？おこがましいんですけど、とにかく場数を踏むことかなと思います。本当ですか。最初は回数がやっぱり必要ですか？はい。で、自分が撮った写真を見た時に何が足らんかったなっていうのを一つでもあれば、それを次撮る時に反復して意識しながら撮って、またそこでここがおかしいなと思うのが多分出てくると思うんで、そういうのを僕は今も感じながらやってますね。はい。わかりました。ありがとうございました。はい。今回コンタさんと対談してみて分かったことをまとめておきます。まずコンタさんは僕の YouTube でノウハウを勉強し、そしてインスタを活用されているということが分かりました。インスタの海外フォトグラファーと交流を重ねながら上達していったとおっしゃってましたね。そうした刺激をもらえる仲間がいたというのは大きいと思います。また技術的にはシルエットゲームをかなりやり込んでおられるなと感じました。最初はシルエットにするのも難しかったとおっしゃってました。シルエットにするのも人の頭がきれいに入らなかったり、背景と被ってしまったり、そういった失敗を重ねて次はもっといいものをと考えて写真を撮っているのがよくわかります。最後に場数が大事と言われていましたね。それはまさにその通りです。コンタさんは写真歴は浅いですが、逆にそれが良かったのかもしれません。変なこだわりや自分のスタイルがつく前に、最初から僕の YouTube やインスタの写真に触れて最短ルートで上達されたのだと思います。僕が個人的に嬉しかったのは最初に紹介した写真2枚の差をコンタさん自身も認識していたということ。普通の人だと好みの問題でしょで片付けてしまうようなわずかな差。でも写真とちゃんと向き合っている人ならそこの差はいつも意識している部分なんですよね。点数をつけるとするなら10点満点で 8.5 点と9点の差といったところでしょうか。その差を分かり合える仲間ができたのが嬉しかったです。ということで今回の動画は1年で写真が見違えるように上達した方を取り上げてみました。参考になったでという人はいいね、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまた。